2021年6月19日、キャドクラというイベントを開催しました。これは視聴者参加型のマインクラフトで、みんなで一つの建築物を作り、完成したものを 3D プリンターで出力するという企画です。まずは制作の一部始終をご覧ください。3時から待機してましたということではい、もう素晴らしいですね。素晴らしい。これ、つくもさん誰これどこもうこれやる気満々や。これ見てこの見た目。やる気満々。はい。では、よーい、開始ゴー。ここで一番、見て見てあいつやっぱ、あいつじゃなかった。あいつじゃなかった。3時から待機してるやつはまだ何もちょっとまだやってないですね。すごい、あいつ早いぞ。味噌煮込み早い。どうするのか、彼らは。なかなか建築がすまへん。みんなこう、なんか、様子見しとるな。右往左往。道とセンター1マスずれとる1マスずれてますね。建築苦手な人が多いなら天井取っ払ってシルバニアファミリーみたいなのになってるのがいいかも。それ確かに面白いな。これさ、売るこれこれ売るかこれ俺、キスミグッズとして売るかこれ。視聴者が作ったシルバニアファミリーとか言って、シルバニアファミリーのパッチモンとして売るかこれトイザらスで売ろうぜ、これ。おい、ちょっとふざけたやつがなんか色変えてさ、見やすいようにして、こいつふざけたやつがおるぞ、こいつ。もう見たぞ、これは。この野郎。こいつ、おい、逃げていって、全く自分何もしないみたいにしとるけどさ、こいつら俺の墓作りやがって。初見、これトンネルのとこのサポートやばそうですよね。ここやばいよね、絶対。ここ全部サポート、これ全部サポート出すからな、これ。まあでも逆に今回は初めてということなんで、どうなるかを見ていこうということでもあるんで、まあその辺もね、動画でうまく再現できたらなと。できてるよ、もうすごいことになってますね、これ。見てほら。すごいと、まあこんな感じで参加してくれた皆様のおかげで、まあ素敵なものができました。今回のテーマは城ということでした。まあ、ちょっとなんか結構なんかやばい感じの城なんですけど、まあかなり独創的なお城が完成したということで、こちらのデータを 3D のデータにして、3D プリンターで形にしていくという企画です。はい、これが皆さんがマインクラフトで作ってくれた建築物ですね。これを 3D のデータにして今読み込んでいます。どうですかこれ。もうパッと見てわかると思いますけど、このマインクラフトのブロックがそのまま反映されているというか、これ本当にそのままの形を吐き出しているので、もう再現率 100% でございます。で、今回私の家の 3D プリンターで出すとなると、白色の単色になってしまうんですけど、実はこれ、はい。なんと、色付きでデータ化しています。今回はね、ちょっと色が白一色となってしまうんですけども、これ今後の企画では、これをカラーで吐き出す方法もちょっと考えています。いやー、でもこれ、さっきの配信でも言ってたけど、めちゃくちゃサポート立ちそうですよね。この辺とか全部ブワーってサポートだって、もうサポートで全てが埋め尽くされると思うんで、まあどういう風に再現されるのかっていうのもちょっと一つ見どころなのではないかなと思います。まあ多分サポートは全部絶対に取れない。これは。印刷プレビューです。3日と5時間57分かかります。はちょっと待って。3日はい。これ、3日と5時間かかります。めっちゃ長えな。まあ、もう現時点見てこれ。ウォールマリアできてるここ。ほら。全部塞がれてサポートに。とりあえず、じゃ、印刷してこっか。なにこれ。ちょっと待ってこれ。印刷しとる途中になんかこれ、コードと絡まっとんねんけど。マジかよ。うわ、完璧。何これ。こんなん初めてや。飲み込まれとる。うわ、これはひどい。うわ、もうこれ。なんじゃこれ。コードがさ、飲み込まれてすごいことになってるわ。もうとりあえず回収します。はい、とりあえず完成したものがこちらになります。ちょっといくつか残念ポイントを挙げさせていただきます。まずこちらですね。これ反っちゃったんですよね。印刷中に。で、これ印刷中に反り始めたんが2日目ぐらいで、もう背に腹は帰れぬというか、後戻りできない状況でもう進むしかなかったんですよ。で、信じて進んだ結果、まあこういうことになりました。めちゃくちゃ反ってますね。もう全体的にほら、反ってるんよね。こんな感じで。全体的に。
まあここはもう完璧に設定をミスったというか、あんまりこういう形状の場合はね、この土台はつけない方がいいんですけど、まあ私は好きでつけてるって感じですね。まあちょっと他のとこに関しては土台を剥がしてから見ていきます。ではまず土台を剥がしていきます。これ剥がしてて気づいたけど、なんか裏面にあるぞ。なんだこれ。なんか空間がある。多分これ誰かが作った地下の道だな。誰かが地下の道を作ってるけど、この下までは再現できてませんね。どげ。はい、ということで、土台も取ることができました。まあ、結構いい再現率ではないでしょうか。ただ問題がやっぱりこのサポートですよね。まあ、こう細かいとこ見ていくと、これ全部サポートなんですよね。この辺とか。これもかな。もうサポートとサポートじゃない部分がよくわからんことになってるね。さっき紹介したウォールマリアは、ここはもう完璧サポートやけど、これもほら、かなり至難の技だな、取るのが。これはちょっときついな。取れそう。うわうわどうなった？いった？取れへん、これ。どれだ？ここ取れたぞ。で、中見てみると、ほら、エンドって書いてある。うるせえって感じだな。ここはもう無理だな。これもうへばりついとる、こことか。めっちゃむずい、ここ取るん。細かなとこまで見ていくとこんな感じになってますね。階段のところとかもちゃんとうまく印刷できてますね。ただここの中もさ、ほんまはこれ全部空間空いてんねんけど、もう全部これバリアされてますね。これは取れんじゃないかな。ここ多分全部1枚のね、サポートのはず。これ。うわ、これもまだちょっと、これもやばいやつだな。うわ、これもちょっときついわ。これやばい。これダメだ。取れねえ。これ、だいぶ、カチカチになってるね。で、あと、ここよ。意味わからん毛みたいな。ここだけ人間の毛みたいな。鼻毛みたいな生えてるしさ。これ惜しかったな。これなかったらもうちょっと綺麗やったのにね。この辺もさ、配信中にせっせと作ってる人がおったんよ。この外壁を。すごくかっこよく。でもこれほらもうみんな、すべてこうさ、埋められてしまってるね。印刷状況のために。でも、パッと見た感じは、すごくこう幻想的でいい感じなのではないでしょうか。ちなみにここ私が作ったとこですね。これ TNT で爆発させて作った、キスミスペースです。この辺もね、これなんか鶏やったっけ？ほら、ここ、鶏っぽさとかも残ってるよ、ちゃんと。ちゃんとここ鶏作ってくれた人、ありがとうございますね。うまーく残ってます。ここがちょっと造形不良起こしてる。確か CAD って書いてあったはず。CAD って。CAD って書いてあったはずやけど、造形不良起こしてるね。いや、すごいな。この辺も、このほら、でっかいタワーもちゃんと再現されてるよ。組み込み方とかも、うまい具合にね。ここほら、CAD って読めるね、ちゃんと。高さも結構きちんとやってくれたから読めるし、ここから見た感じは本当に宮殿っぽくて、みんなのこの独創性が詰まった、もう一つの街や、これ街。みんなが作った街よ。すごい。今回の企画で、いろいろと、うまくいくとことうまくいかない箇所がよくわかりましたね。あとは一つ思ったんが、これ水溶性のサポートというものがあるそうで、水につけるとこのサポートが溶けるっていうサポートがあるんですよ。で、そのためには、ノズルっていう樹脂が出る部分が2つある 3D プリンターを使うことによって、これをもう水につけるだけで溶かせるみたいな、なんかそんなやつがあるらしいです。だからそれにすると、もしかしたらこれも綺麗に出せるかもしれないのと、あともう一つはここに色をつけたよね、やっぱ。もうせっかくマインクラフトやったらマインクラフトのブロックみたいな色をつけたいということで、そっちの方もちょっと考えています。第1回目はこんな感じでも全然いいんじゃないでしょうか。もうみんなが作ってくれたものは、やっぱり結構反映されてるし、ただここの中が見えなかったりとかね、サポートがあるせいで、ちゃんとした形が見えてないっていうのはちょっと残念なところではありますが、皆さんが頑張ってゲーム内で設計してくれたものをこういう風に形で出すことができました。もう参加してくれた方々の力です。あとはコメントで、こういう風にしたらいいんじゃないかっていう、みんなで作った一つの作品っていうことですね。もう今回はそれがメインなんで、出来の良し悪しはあまり気にしてないというか、もうこれが全てです。ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はキャドクラといってマインクラフト内でみんなが作った建築物を 3D プリンターで出してみるという企画でした。やっぱりなかなか物にすると面白いというか見てて面白いところっていっぱいありますよね。ということで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほんじゃ、さよなら。